ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか？今回の動画はですね、Kiss My Foot 2 Enjoy ミュージックビデオ、こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ待望のですね、Kiss My Foot 2の新曲 Enjoy が先行デジタルリリースされると同時にですね、YouTube にミュージックビデオが公開されました。こちらシングル CD の方がですね、2025年12月31日大晦日の日にリリースされます。ぜひね、そちらもチェックしていただけたらと思うんですけれども、そのエンジョイがですね、先行して聴くことができる、そしてミュージックビデオを見ることができる、最高ですよね。そして今回 Kiss My Foot 2のエンジョイを歌声分析してみたわけですけれども、想像以上の進化をですね、感じてしまいました。今回のエンジョイはですね、ソロで歌うっていうパートはなかったんですけれども、2人で作り出した歌声がですね、これ日本でやってる人いるのかなっていうような表現方法を使っていたんですよ。これがですね、最高に素晴らしすぎましたね。そういった部分をどこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。つるさんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私つるさんが現在気になっているアーティストの魅力を伝える歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。そしてハイプの方もですね、皆様よろしくお願いします。1週間でお一人様3回ハイプできます。ただ1回動画を見たら1回ハイプっていう風にですね、1動画で3回ハイプすることはできないので、ぜひ3回見ていただいて3回ハイプしていただけたらと思います。たくさんの方にですね、この動画ハイプしていただくと、ハイプランキングというものにランクインすることができて、今まで僕がですね、伝えきれていなかった方々に Kiss My Foot 2の歌声の魅力を届けることができる可能性がですね、ぐんと上がりますので、ぜひご協力お願いできたらなというふうに思います。それでは早速 Kiss My Foot 2 Enjoy 歌声分析 GO!さあ、行ってみましょう。うわ、かっこいい。やばくないですか？このイントロ。もう出だしからノリがすごいですよね。もうイントロの段階でウキウキした気持ちをですね、感じさせてくれるこのギターのフレーズ。僕めちゃくちゃ大好きです。続き気になりますね。いきますよ。いい。最初の暗かったシーンから一気にこう画面が明るくなってKiss My Foot 2のメンバーの姿がはっきり見えるっていうところもですね、すごくこう感動しちゃいますね。いやー、たまらないですね。次から歌い出しなのかな？聞いていきましょう。個人的にはこの2人声の出し方の質感がすごく近いものがあるかなっていうふうに思っています。男らしい声で唯一無二の個性がですね、こう際立っている歌声というか。で、やっぱり声の響きもですね、ものすごく近いものがあるんですよね。胸の胸腔共鳴と口の口腔共鳴という部分の響きがメインで使われている歌声です。胸の胸腔共鳴はですね、声の太さだったり、声の音の強さとか、音の音圧、この辺のコントロールをするポイント。で、口の中がですね、言葉の輪郭をはっきりさせたり、あとはですね、歌声に日常会話の自然さを乗せることのできる声を響かせるポイントでもあります。お二人の声はね、ものすごくこう聞いた瞬間に親近感が湧くような雰囲気あるじゃないですか。こういった部分はですね、口の中の口腔共鳴の音色の魅力だったりします。もう一回聞いてみましょう。いいね。で、このものすごくウキウキするような雰囲気はですね、リズムの捉え方がものすごく影響が大きいです。
どういう風にやってるかっていうと、全体的に切るようなイメージで歌ってるんですよね。タッタタッ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 タみたいな。メロディー間違ってたらね、ごめんなさい。この切るようなテクニックをですね、スタッカートって言います。このスタッカートを使うことによって、フレーズ全体にですね、歯切れの良さだったり、弾んだような躍動感が出てきます。かっこいいですよね。次行きますよ。一回止めますね。今の音が上がったところめちゃくちゃかっこいいですね。そこに来るまでは低音域で男らしいたくましさを表現していたんですけど、音がぐいっと上がったところで力強さが一気に表現されてるポイントっていうか。で、最初の It's alright, it's alright のところ、ここで先ほど言ったスタッカートの雰囲気がですね、ものすごく捉えやすいと思うので、もう一回流すんでチェックしてみてください。いきますよ。ほら。ほらほら。笑顔を持ってのここの部分、めちゃくちゃかっこいいですよね。僕も最初からね、心持っていかれてますよ。じゃあ次行きますよ。いいね。あるさーのここのね、指をさしてるシーンがですね、めちゃくちゃかっこよかったですね。っていうか、ここのフレーズ、音域の振れ幅がめちゃくちゃ大きいですよね。笑顔を持って頑張る。ほら、ここね、歌ってみたんですけど、想像のですね、1.5 倍ぐらい難しかったです。音が取りづらいぐらい音幅があるポイントなので、これ相当ね、大変だったんじゃないかなっていうふうに推測します。次行きますよ。いいね。ここは千賀くんと玉森くんのデュエットパートか。今回はこういった感じなのかな。ソロパートっていうよりも、二人で歌ったり、全員で歌ったりするっていう感じのパート割りがメインになってくる楽曲なのかな、エンジョイは。こういう楽曲もいいですね。そして、色気がやばいですよね。B メロに変わったことによって、シーンがね、ガラッと変わったっていう雰囲気が、すごく感じやすいかなっていうふうに思います。声でね、グループ単位でここまで表現できるってほんと素晴らしいですよね。もう一回聞いてみましょう。この二人のですね、声の出し方は、鼻の鼻腔共鳴っていうポイントと、やっぱりね、胸の胸腔共鳴。この二つが中心になってる歌声なんですよね。で、鼻腔共鳴っていうのは声の音色のコントロール。この辺をですね、メインで行うポイントです。この大人っぽい甘い感じはですね、鼻で作られた声質成分なんですよね。で、今回は玉森くんがですね、千賀くんの声質にちょっと合わせてるような感じで歌ってるんじゃないかなっていうふうに思います。玉森くんの普段の声っていうのは鼻の鼻腔共鳴の響きをここまで多くは使わないんですよね。口の口腔共鳴の響きがメインで歌うことが多いっていうか、こういうところにね、チームワークを感じますよね。素晴らしいですね。次行きますよ。いいね。で、今聞いたところの最初の音、高い音域だったじゃないですか。高いにもかかわらず、適度な声の張り感を残したまま、ふわっとした声で表現していますよね。ここでポイントになってくるのが、先ほど言った鼻の中の鼻腔共鳴なんですよね。先ほど音色のコントロールって言ったんですけど、高い声を出すときにですね、鼻の中に声を入れるような感じで歌うと、高い声出しやすくなるんですよ。そういった鼻のですね、性質をうまく使ってる声の出し方かなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。季節は変わってゆくからのこのゆくからのところがですね、ものすごく音が取りにくいフレーズになってますね。ここの部分でですね、ポイント的に転調って言われる曲の中のキーが変わる作曲テクニックが使われてるんですよね。転調っていうのはいろんな種類があるんですけど、一番皆さんに馴染みがあるのは最後の大サビでキーが上がる。これも転調なんですけど、今のところみたいに部分的にキーが変わるっていう転調の仕方もあります。これは僕個人的な話になるのかもしれないんですけど、部分転調っていう風に呼んでいます。もう一回聞いてみましょう。
説明を聞いた後に聞いてみると、難しそうだなとかそういう感じしてきますよね。いや、ほんと難しいポイントだと思います。次いきますよ。ここから徐々に音域が上がっていって盛り上がっていくぞっていうポイントですね。で、言葉数も多いフレーズなので、疾走感も感じれますよね。めちゃくちゃかっこいい。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。いいですね。このじわじわ盛り上がっていく感じがね。いや、ここまででものすごく聞きどころ満載ですね。今回のエンジョイは。こうなってくるとね、サビがどんな感じに展開していくのか、ものすごく楽しみになってきますよね。次いきますよ。かっこいい。で、またここで部分転調してましたよね。雰囲気がちょっとなんか変わったなっていう風に感じれるポイントって僕がさっき言った部分転調してるポイントなんですよね。今聞いたところの出だしも部分転調してました。で、最後のハイトーンのロングトーン。ここもね、素晴らしいですね。もう一回聞いてみましょう。ここ部分転調。ほら、もう最高ですね。で、こっからサビか。いや、これはね、楽しみですね。行ってみましょう。わかっこいい。いや、めちゃくちゃメロディーがキャッチーですごくかっこいいですね。で、サビはね、やっぱり全員で歌っている感じなんですけど、この声の一体感が素晴らしいんですよ。で、Kiss-My-Foot2 のすごいところは、全員で歌っていても、ほんと細かいところまで揃えて歌っているっていうところなんですよね。音程とか声の雰囲気はもちろんなんですけれども、リズムの細かいところまでぴったりと揃えて歌っているんですよ。で、最初に言った二階堂くんと横尾くんのところのスタッカート。この雰囲気もですね、全員同じ箇所で音を切って歌ってるんですよ。その辺を踏まえてね、もう一回聞いてみましょう。ほらほら。ほら、やばいですよね。タラタタタタタラタタみたいな。こんな感じで歌ってるんですけど、いやー、さすがですよね。次いきますよ。かっこいいね。このキャッチーな雰囲気と、スピード感のある雰囲気がですね、たまらなく心地いいですよね。で、この疾走感もですね、先ほどから言っているスタッカート、ここがポイントになってくるんですよ。音を切ることによって言葉のパワーっていうものが生まれてくるので、このパワーがですね、どんどん前に音が進んでいくっていう雰囲気を作り出してるんですけど、もう一回聞いてみましょう。最高だ。あとですね、スタッカートともう一個リズム的な部分なんですけど、子音の発音の強さ、この辺もかなりポイントになっています。S の子音とか、この辺がね、感じやすい部分だと思うんですけど、この子音を強くするポイントもですね、メンバー全員揃えて歌ってるんですよ。ここまで歌い方を揃えてるボーイズグループも日本にほんと少ないんじゃないかな。Kiss-My-Foot2 だけかもしれない。そのぐらいね、細かいところまで徹底してメンバー同士で声を合わせて歌っていると思います。ほんとすごいですよね。次いきますよ。うわー、楽しそうですね。今変な声出ちゃいましたね。うわーとか言っちゃった。ごめんなさい。そう、かっこいい中にもこういう楽しい表現っていうのも混ぜ込んでいくのが Kiss-My-Foot2 の素晴らしいところかなっていうふうに僕は思います。いろんな感情をですね、体感させてくれる楽曲だったり歌声。この辺がね、Kiss-My-Foot2 の魅力ですよね。もう一回聞いてみましょう。最高ですね。もうね、嬉しくてニヤニヤしちゃいますね。もうほんとそういう気持ちにさせてくれる素晴らしいグループだなっていうふうに思います。次いきますよ。
いいね。本当にいいですよね。落ち込んだ日は、キスマイフット2の楽曲を聴くのがね、一番いい気分転換になるんじゃないかなっていうふうにね、僕は個人的に思ってます。次行きますよ。たまらないですね。ザ・アイドルって感じの雰囲気なのかな、これが。キラキラしたね、王子様みたいな雰囲気が前面に出ているというか、最高すぎますね。次行きますよ。いいね。ここで裏声なんですね。ものすごく綺麗な裏声。この綺麗なっていう成分、これはですね、頭を響かせたヘッドボイスっていう音色が声に乗っているんですよ。ヘッドボイスの音色がですね、裏声だけじゃなくて、地声でもそうなんですけど、ヘッドボイスを使うことによって、すごくね、透き通ったような質感を感じれる歌声になるんですけど、ここの声はですね、そのヘッドボイスを使ってます。もう一回聞いてみましょう。裏声かと思ったんですけど、裏声で歌っているメンバーと地声で歌っているメンバー、この2パートがあるんだな。今聞いてみたらそう思いました。裏声だけだったらもうちょっとふわっとした雰囲気になると思うんですけど、地声で歌うメンバーがいるからこそ、このふわっとした中にもパワーがあるような雰囲気のする声に仕上がってるんですよね。ほら、こういう細かいところまで考えてレコーディングしてるんですよ、Kiss-My-Fut2 は。ほんと尊敬しますよね。次行きますよ。なるほどね。後半は歌わないんだ。そっか。そういうアレンジね。来るかと思ったら来ないみたいなフェイント的な意味合いもあんのかな、ここは。いやー、まだね、1番ですけれども、ものすごくテンションが上がりました。じゃあ次から2番かな、行ってみましょう。いいね。ここは藤ヶ谷さんと宮田くんのポイントか。藤ヶ谷さんのこのワイルドな感じの中にある優しい声と宮田くんの美しい歌声が混ざることによって出てるこの広がりがすごいですよね。空気感と言いますか。もう一回聞いてみましょう。今よく聞いてみたら、藤ヶ谷さんはですね、胸の胸腔共鳴と鼻の鼻腔共鳴。で、宮田くんの声がですね、鼻の鼻腔共鳴が中心。こんな感じの、それぞれの声質コントロールっていうか歌い方になってますね。全体的な男らしいワイルドさを藤ヶ谷さんが表現していて、で、声のふわっとした空気感だったり、綺麗なニュアンスを宮田くんが表現しているっていうポイントかなっていうふうに思います。二人で一つの歌声を作り上げているっていう感じですね。次行きますよ。口開いちゃいましたね。今良すぎて。さっき判明した二人で一つの歌声を作り上げているっていうね、ここに感動して、改めて声を聞いてみたらですね、良すぎて思わず口開いちゃいました。こういった部分もね、細かく分析してみないとわからないところだったりするので、今回知ることができてよかったです。ものすごい嬉しい。もう一回聞いてみましょう。いいね。で、やっぱりね、音を切るところと子音を強く出すポイントをですね、二人がね、ぴったり揃えてるから、一体感もものすごいしね。最高です。次行きますよ。いいね。この切ない雰囲気のフレーズに、二階堂くんと横尾くんの声がものすごく合うポイントですよね。今回のエンジョイは、もうパート分けっていうか、デュエットで歌うメンバーは決まってんのかな？ A メロの最初、二階堂くんと横尾くんだったと思うんですけど、2番の B メロもこの2人ですよね。そういうことなのかな？もう一回聞いてみましょうか。このね、前
前へぐいぐいと押し出していくような声の勢いがですね、やっぱたまらないですよね。この辺は二階堂くんが作り出してると思うんですけど、そこにですね、やっぱり声の個性っていうものを強調してるのが横尾くんの声だと思うんですよね。最高のタッグですよね。次いきますよ。この辺の低い音域はですね、横尾くんのこの鼻の鼻腔共鳴の響きがすごく強調されてるポイントかなっていうふうに思います。横尾くんってものすごく特殊な声の出し方をするんですよね、いい意味で。親近感が湧きやすい声の音色というか、話し声にものすごく近いような音色の作り方っていうか、そこがですね、たまらないんですよね。もう一回聞いてみましょう。ほら。かっこいいね。最高ですね。二人で歌っていても、それぞれのいいところがこう引き出されるパートを作っていくっていうのもね、たまらないです。じゃあ次サビいきますよ。いい。やっぱりサビのこの雰囲気僕すごい好きですね。何度も繰り返して聴きたくなる魅力あると思うんですよ。その理由はやっぱり Kiss-My-Fut2 の全員で歌った時の声のチームワークの強さ。ここが最大の理由だっていうふうに僕は思うんですけど、全員で声の細かいところまで揃えてるからこそ出るこのノリ。音楽の専門用語ではグルーブって言うんですけど、このグルーブ感がですね、最高にかっこいいんですよね。もう一回聞いてみましょう。ほらー。全体的に子音が強いんですね。ポイントポイントかっていう風に1番のサビでは思ったんですけど、それとも1番のサビはポイントポイントで子音を強く発音して、2番のサビでは全体的に子音を強く発音して、歌声のパワー感を増幅させた状態で表現してるってことなのかもしれないんですけど、この子音の強いポイントもメンバー全員でですね、同じところで強く発音してるんですよね。これもキスタンへの愛ですよね。自分たちにできる最高の表現をキスタンの皆さんに届けたいっていう気持ちの表れかっていうふうにね、僕は思っているんですけど、いやほんと素晴らしいですよね。次いきますよ。ほらいや僕もね、Kiss-My-Fut2 の楽曲15本ぐらい動画公開してると思うんですけど、やっぱり新曲がリリースされるたびに Kiss-My-Fut2 の全員の歌声ってこうね進化をしてきたんですけど、今回はですね想像をはるかに超えた進化幅でした。一人一人の歌声っていうよりも Kiss-My-Fut2 全体での進化っていう感じかな。いや先ほども言ったようにね、僕の想像のはるか上の上の上っていう感じですよね。こんな細かいところまで揃えていなかったっていうふうにね、僕は思っているんですけど、いや相当見えないところでやっぱり努力してますよね、Kiss-My-Fut2 は。素晴らしい。次いきますよ。ここ好きです。ここいいですよね。エンジョイ、エンジョイのところはライブだとコール&レスポンスみたいな感じになりそうな予感。せいとかやりそうですよね。僕はね、そうなると思います。次行きますよ。いいね。ホラーのところでね、一気にこう音域が上がっていくところもね、スピード感があってかっこいいですよね。めちゃくちゃいい曲、エンジョイ。次いきますよ。なるほどね。ここで C メロに入るわけだ。サビの最後の藤ヶ谷さんの Good Day。これかっこいいですね。めちゃくちゃかっこいい。そしてこっから C メロか。すいません、今ね、びっくりして止めてしまったんですけど、C メロは玉森くんと千賀くんのデュエットパート。やっぱりデュエットで歌うメンバーは固定されてる感じなんですね。ちょっとね、C メロの頭からもう一回聞いてみたいと思います。
色気たっぷりですね。相変わらずね。そしてこのゆったりとした雰囲気がまた心地いいですよね。ここで楽曲のアレンジテクニックなんですけど、ハーフテンポっていう技法が使われてます。どういうものかっていうと、今までのテンポの半分になっているポイントをハーフテンポって言います。今までのテンポがタン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 だったら、ハーフテンポになるとタンタンタンっていう風になるポイント。このね、ゆったりとしたテンポ感に2人の声がものすごく合いますよね。もう一回聞いてみましょう。最高ですね。で、ここのポイントはですね、色気的な甘い雰囲気を千賀くんが作って、声のアタック感だったり、パワー的な部分を玉森くんが作ってる。そういう感じになってんじゃないかなっていうふうに僕は推測します。やっぱりよく聞くと、それぞれの役割をしっかりと表現して二人で歌ってますよね。その上で一体感を作るってほんと最高に素晴らしすぎますね。次いきますよ。いいね。ものすごく音域が高いですね。ここでミックスボイスっていう声をですね、二人とも使ってます。地声と裏声の中間の声って言われる声です。ただこのミックスボイス、正式にはミドルボイスっていう名前がついてるんですけど、今世の中ではそのミドルボイスをですね、ミックスボイスっていう風に表現してる方がですね、99% ぐらいだと思うんですよ。だから僕もあえて地声と裏声の中間の声をミックスボイスっていう風に皆さんに説明しています。でも正式にはミドルボイスっていう名前だっていうことをね、頭の片隅に入れといてくれたらなっていう風に思います。この声ね、めちゃくちゃコントロールが難しいんですよね。すごく繊細な喉の使い方をする声というか、もう一回聞いてみましょう。最後の幸せが溢れていくのあたりは完璧にミックスボイスですね。いやー、やっぱりこの音のね、上昇していく感じがね、ドキドキしますよね。次いきますよ。お、いいね。ここで転調です。キーが変わるポイント。で、今回はですね、キーが下がるっていうタイプの転調の仕方ですね。キーが下がることによって、藤ヶ谷さんと宮田くんの声のトーンもすごく男らしい感じの太い感じになってるんですけど、これがまたたまらなくかっこいいですね。もう一回聞いてみましょう。いいね。これね、また二人でそれぞれの役割を作って一つの声を作り出してるんですけど、藤ヶ谷さんがですね、男らしいセクシーな感じ、胸の胸腔共鳴を使ったすごくね、かっこいい声を表現してるんですよ。そこに対してですね、宮田くんが、なーみたいな、こういう泣きの歌い方を入れることによって、ここのですね、歌声を作り出してるんですよね。今回のテーマなのかな、Kiss-My-Foot2 のエンジョイは。二人でそれぞれの役割を作って、一つの声だったり表現をするっていうところ。もしかしたらそうかもしんないですよね。これやってるボーイズグループ日本でね、いないと思います。Kiss-My-Foot2 が唯一かなっていうふうに僕はね、思いますよ。次いきますね。かっこいいね。やばいね。もうニヤニヤしちゃいます。かっこよすぎて。ものすごく色気たっぷりなんですけど、声質が少しだけ明るいんですよね。それがですね、聞いてる僕としては、ちょっと、微笑みながら歌ってくれているような雰囲気がして、もう心がね、ほっこりします。もう一回聞いてみましょう。ほら。最高だね。やばいね、これはね。キスさんの皆さんもそう思ってるんじゃないですか。本当に素晴らしい。次行きますよ。おいやばくないごめんなさい。すぐ止めちゃって。かっこよすぎて止めちゃいましたね。このバーンバンバンとかいうやつめちゃくちゃかっこいいですよね。これ音楽の専門用語では決めって言われるポイントです。今みたいにバン
バンバンみたいな手の動きがね、変になりましたけど、こういう風にバックの楽器隊がですね、同じリズムで同じ音を使って演奏するポイントを決めています。で、そこに対してアーティストの方々はですね、だいたいそこのバン、バンバンみたいな感じで動きを合わせるっていうことがパフォーマンス上多いかなっていう風に思います。そんなポイントです。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。バーンバーンみたいな僕がやるとかっこ悪いけど、なんかそんな感じでしたよね。やっぱりその決めのそのドカーンっていう音の強いアクセント。この部分に動きを合わせたパフォーマンスになってましたよね。超かっこいいですね。さすが大サビ。次行きますよ。あー、なるほどね。そっか。最初のところが決めのポイントで、その後は通常のサビみたいな感じの流れになるんですね。いやー、いいね。次行きますよ。いやー、もうテンション上がりすぎますね。これは。なんか普段より僕ね、声が大きい気がする。テンションが上がりすぎて。最高にかっこいいですね。次行きますよ。あ、ここに行くわけだ。でも時間的にそろそろエンディングなのかなっていう感じなんですけど、こうね、楽しい気持ちと寂しい気持ちがね、出てきますね。こういうところで。次行きますよ。大満足ですね。ものすごく大満足です。ほんといい曲ですよね。楽曲的にもものすごいいい曲だし、歌的にもものすごく素晴らしいし、パフォーマンスもめちゃくちゃかっこいいし、もう三拍子揃った楽曲かな。エンジョイ。次行きますよ。あ、いいね。楽しそう。いいね。笑顔が素敵ですよね。なんかこのままフェードアウトしていくような予感がするんですけど、どうだろう。あと時間が30秒ぐらいあるんですけど、徐々にこうね、音が小さくなっていって終わるみたいな感じなのかな。続きいきますよ。今ミュージックビデオ上6人がねこのポーズを取ったからここでバーンって終わっちゃってなんかアナザーストーリーみたいなやつがあるのかなと思ったら楽曲はこのまま続きそうですね。これもキスマイフット2がキスさんの皆さんに向けたフェイントなのでしょうか。続き見ていきますね。あ、なんか終わった感じですね。あ、なるほど。いなくなっちゃった。普通の感想、今の。いなくなっちゃった、みたいなね。画面上にはキスマイフット2のメンバーはみんないなくなっちゃったけど、曲はあともう20秒ぐらい続く。どうなるんだろう。いきますね。Enjoy! あ、暗くなって。出てきた。出てきた。最後はイントロっていうか曲の始まりの照明の色になって終わるのかなと思ったら、キスマイフット2再登場。いきますよ。そういう感じね。なんか玉森さんが画面から一瞬フレームアウトしましたけど、転んだりしたのかな？どうなのかな？いやー、最高にかっこよくて楽しかったですね。以上、キスマイフット2エンジョイ歌声分析はここで終了です。いやー、最高でしたね。やっぱりね、新曲を公開するたびに驚きの進化を見せてくれるキスマイフット2。素晴らしすぎますね。で、今回は特に僕の想像をはるかに超えた歌声を表現してくれていたかなっていうふうに思います。2人ずつでのこのねパート分けで完璧な声のバランスだったり完璧すぎる声の響きを使って2人で1つの歌声を表現するっていうこのね表現力、そして何回も繰り返して聴きたくなるキスマイフット2全体で作り出した歌声のノリだったり雰囲気作り、完璧な楽曲、そして完璧な歌声と言っても過言ではないんじゃないでしょうか。キスマイフット2エンジョイ最高でした。これからもキスマイフット2全力で追っていきたいと思います。そして近日中にですね、キスマイフット2の僕が今まで公開した歌声分析動画の総集編をですね、公開します。
一度見た方もいると思いますし、まだ見てないっていう方もいると思います。概要欄からですね、ちゃんとチャプターごとで曲によって選択して見れるような感じの公開の仕方にしようと思うので、ぜひ総集編の方見ていただけたらと思います。何の楽曲が収録されているのかもね、楽しみにしていただけたらなというふうにも思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。